皆さん、こんにちは。日本バリューエンジニアリング協会で、VE 活用支援アドバイザーをしております西垣照之と申します。今日は設備改善の VE の実践編についてお話ししたいと思います。この前のビデオとして、概要編を作っておりますので、それをまだ見ておられない方はどうぞそちらもご覧ください。それでは行きましょう。まず概要編でちょっとお話をしました VE を習慣化しましょうというお話をしました。設備改善の VE ではさらに、習慣化というのがですね、成功のための重要な要因になってきます。VE をやりながらどういう状態がいいんだろうということで理想シナリオを描いてみました。やはりワクワクしながら改善するというのがですね、こういう状態ができればいいなというのは、これは皆さん、ご依存のないところでしょう。でそのためにはですね、そうなってくるとどうなるかというと、働きの場に行くのが楽しくなると。これは別に会社だけじゃなくて、公共団体だろうがですね、働く場所に行くのが楽しくなると。そうすると、設備や道具、材料、それから人の動きなどですね、目の前に触れるものですね、こういう対象がですね、透明じゃなくなると。透明というのは認知科学の言葉で出てくるわけですけれども、毎日見てるとですね、もう当たり前になって、透明のようになってしまうと、そこを逃れたいわけですね。はい。でそう透明じゃなくなると興味をかきたてる点、問題点が次々と見えてきます。これはすごく大事なところです。でそうしますと問題を解くこと自体が面白くなってくると、ですね、問題を解くことの面白さが皆さんに分かってくると。とは言ってもですね、問題は必ずしも解けるとは限りません。でその時はですね、次の問題、さらに次の問題とですね、移っていけばいいわけです。でそうしますとですね、時として、突然前の問題のですね、解き方が見つかると。これは私が VE をやっておりまして何度も遭遇した、つまり機能的にものを考えることによってですね、頭の中に何かしらの記憶が残っていると。でそうすると次の問題をやっているときにですね、そういえばあれはこうすればいいんじゃないのというですね、こういう経験を何度もいたしました。でこういう解き方が見つかることになるわけです。でそうしますと成功体験がですねどんどん積み上がってくると、ものすごく楽しい状態ですね。でそうすると再度ワクワクしながら改善すると。もうテーマをですね、次のテーマ何をしようかというのがですね、もう楽しくてしょうがなくなってくるという状態です。これが習慣化を支える理想のシナリオです。さて、V をいよいよ始めようといったときにですね、情報収集から入りますね。その時に、設備改造の VE ではですね、人に関する情報収集というのがすごく大事になってきます。でこの時に皆さんに覚えておいていただきたいのが、機能で対話すると、人と対話するということです。人の情報収集の際ですね、機能面まで掘り下げる、機能で対話をするということをお忘れないようにと。例えば相手の方がですね、安全のために柵をつけてほしいと。こういうふうなことを言われたとしましょう。そうですか。で、止めないでくださいと。必ずですね、この策は落下を防ぐためですか、巻き込まれを防ぐためですかと、一つ上位の目的を聞いてみると。でそれを聞いてみることによってですね、相手が気づかれてないこと、それから他の対策が見つかってくるわけですね。でそうすると、わざとですね、アイデアも出てきます。わざとアイデアをぶつけて反応を見るというのも大事なことです。相手がですね、どういうところに反応してくるかということですね。マイルズさんはですね、面白いことを言われまして、ブラストクリエイトリファインというですね、従来我々は勉強したときは、これはもう完全に分けてやるもんだと、時間をずらしてやるもんだとばっかり習ってきましたけれども、部員の重鎮の桜井先生に教えてもらったところですね、マイルズさんはこれ同時にやるように言われてたよと。
つまりここでですね、人との対話の中で、情報収集も大事なんですけれども、それを打ち破ってみると。わざと違う相手をぶつけたりですね、してみると。で、相手との対話の中でどんどんリファインしていくというのが大事じゃないかと。ということにもなります。それから設備の関与者全員に対して人の情報収集を行うのも大事です。設備を使っているオペレーター、これは当然ですけれども、メンテナンスの担当の方、設備の設計をしている方、これは外部の方であることが多いですね。それから設備製造者の方についてもですね、購入者だから、というような、スタンスを外れてですね、共振短会に、お話してみると。この時にやはり機能で対話するというのが非常に有効に効いてきます。それから経営者についてもですね、ぜひお話を伺ってください。経営者はですね、設備投資という観点とですね、それからその設備投資をした時にですね、どういう目指すべき製造体質になりたいのかと、こんな思いもあるでしょう。それをちゃんと聞いておくことです。簡単にはですね、達成できないことも多いかもしれませんけれども、それをきちんと聞いておく必要があります。人に関する情報収集は、機能で対話をすることが大事ですよということですね。はい。それでは、情報収集も一応終わったということで、現場を調査してみましょう。この時にですね、人マシンチャートというのを作っていきます。上に少し書いてありますけどね、現在でもマンマシンチャートという言葉を使うことが多いんですよ。ところが SDGs の5番目、ジェンダー平等を実現しようという言葉がございます。この観点からですね、表現を人マシンチャートに改めました。この人マシンチャートを作成過程を通じてですね、それを全て活用して、VE のプロセスを一気に進めていこうということになるわけです。まず第一工程のここに線が入りましたね。これは手作業、1レート、これかけますと人件費コストになりますね。機械が動き出すと、そうすると自動運転時間になりまして、マシンチャートが、マシンレートをかけますと、マシンチャートじゃないです。人マシンチャートでした。マシンレートを書きますとですね、設備費コストになります。それから青いこのなみなみは移動です。移動時間に1レートをかけると人件費コストになります。こういう形で第1工程から第6工程までの時間をですね、こういう図で表現してみますということです。ここに戻ってきますと、一周仕事が終わったということになりますね。こうでないケースもたくさんございますけれども、原則こういう形で、絵を描いてみると。何か人間がした、機械が自動で動き出した、ロボットでもいいですよ。で、それから人が次のところに行って何かをしたと、これを絵面で表してやるということです。で、こういう工程をつなぎながらですね、時間だけではなくて、工程の内容についてもですね、詳しく見てあげる必要があると。ここが大事です。これも機能的にですね。それからこういう一番長い工程、これは今のところこれ第3工程ですね。ボトルネック工程と、一番時間を費やしている工程です。これにも着目しましょう。これの短縮がですね、将来の増収利益につながる可能性もございます。これも非常に大事なところです。工程情報収集からですね、機能別コスト分析までを一気に詰めてみましょう。工程内情報からですね、作業表現レベルの機能の定義ができます。例えば、穴を開ける。ドリルでグリグリやってますとですね、穴を開けるですね。でこれはただの行為に過ぎないわけですよ。でそれを機能レベルに置き換えるにはですね、やっている製品のどこに関与してるんだという見方をすると。そうすると製品機能レベルの工程の定義が、機能の定義ができるようになります。例えば、ベアリング圧入部を加工するということになりますね。これはもう立派な機能の定義です。でこうやっておきますとですね、
あれ、こんなに深く加工する必要あるのかという圧入深さの過剰にも気がつきます。これアイデア発想の入り口ですね。この1マシンチャートをですね、丹念に作ることによってですね、こういうアイデアがですね、この段階でもたくさん出てきます。そして製品情報を加味したですね、機能系統図を作成すると。これが機能の整理ですね。で、もう時間情報はこの中にですね、たくさん入っておりますね。で、この時間情報を見ながらですね、機能別コスト分析をしてあげればいい。機能系統図ができます。機能分野別にですね、この時間をついて現状どれぐらいの時間イコールコストですね、を費やしているかがわかるわけです。さて、目標を決めないとダメですね。設備改善の部位ではですね、最低でも 30% の改善をしましょうということを提唱しています。5% とかですね、3% とかはですね、俺はもうわざわざチャレンジする必要もないぐらいに思っています。目標時間をですね、まず機能分野別に分配してみましょう。最低でもですね、コスト 30% 削減でもいいし、作るものがいっぱいある場合はですね、生産性 30% アップでも構いません。何にしろ30以上、別に30でなく、50でもいいんですよ。はい、それから優先順位を決める必要があります。機能分野別に優先順位を決めようと。そうすると、現状コスト引くあるべきコストで改善の大きさを知ることができますね。これはすごく重要な要因です。それから V イコール C 分の F の式に当てはめて、改善の度合いですね。どれぐらい余地が残っているかという、これを知ることもできる。これを両者かけますとですね、期待値が出てきますね。改善の期待値を知ること。このような要素を考えながらですね、対象分野を選定していきます。じゃあ対象分野も決まった。一応 V の流れから言うとですね、お膳立てはできるわけです。ここからがなかなか難しいところですね。はい、アイデア出しのところです。ここでですね、暗礁に乗り上げる方が多いと。皆さんどうですか？アイデア出し大好きじゃないですか？私はアイデア出しは大好きです。私がアイデア出し大好きになった一番最初に心がけたのはですね、私も最初アイデア出しそんなに得意じゃなかったですよ。アイデア発想が苦手ならですね、直接的類比に、絞ると。必ず答えが出る直接的類比、DA というタイトルをつけましたけれども、ダイレクトアナリシスの略ですね。他にも象徴的とか、人格的とかありますけど、まず DA です。で、直接類比的類比というとですね、必ずそれは自然界のものでですね、この事例が多いことは多いんですけど、これだけだと思ってる人が意外に多いと。違います。まさにノーノーノーですね。自然とか人工も構わないです。人工も問わず、すでにある現象や技術からテーマに直接的に応用できるものすべて DA です。DA として使えます。類推材料として、類比材料として使えます。これ DA がいいところはですね、基本原理は確立してますね。トンボは空を飛べますしですね、フクロウは静かに降りてきますよ。もう確立してるわけです。技術的なものももうエンジンなんかはもう確立してるでしょうね。ですから非常に安心です。使う上で安心です。つまり、砂上の楼閣になりにくいということです。最近私ね、テンセグリティというですね、面白い技術を目にしました。仮にこのテンセグリティをですね、洋上風力発電に DA してみたらと考えてみたわけです。はい、起こりはですね、SDGs の7番目、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにというですね、ところからこれを発想してみました。みんなにということはですね、
これはローコストでということですね。アメリカや日本や中国のようにですね、予算いっぱい持っている国が海上洋上発電を作るのとですね、発達、途上国の、人たちが、やっぱりコストは違う。海はたくさんあるわけですよ。そうすると、それはローコストじゃないとダメだと。で、ここでですね、先ほど、ここでちょっとお話ししました、不思議な構造体、テンセグリティというのが登場してくるわけです。どんなもんでしょうかね。こんなもんです。上と下はですね、同じ構造体でつながってます。で、この赤いところ、これがですね、ワイヤーのような、チェーンのようなものでですね、つながっている。重力に反したものじゃないかなというような、イメージもありますが、ちゃんと構造体として成立するんですよ。じゃあこれをですね、これをもとにちょっと洋上発電皆さんと一緒に考えてみましょう。まず最初に思いつくのはですね、風車を乗せてみれば、洋上発電ですから乗せてみればです。乗せてみました。こんな感じです。ちょっとこの大小関係とかですね、力学的なものは、ちゃんとやるとしてですよ。まずアイデアですからこう考えてみました。次は、利点分析です。こんな構造ですから波の影響を受けにくそうですね。潮の干満の差も大丈夫そうです。こんな風に、良さげだなという感じですね。それから、この斜めのこういう構造体があるということは、はしごになりそうですから、船着き場も作れそうだと。ここにちょっとこう船が登場しましたね。船着き場にもなりそうですね。なかなか良さそうですね。二分割ですから、海上まで運搬していってですね、沈めてつなげるだけですから、施工もちょっと容易のような感じも思います。欠点は何かあるかなと。台風で倒れるんじゃないかなと。えらいことですね。そうすると、良い風。風力発電に向いた風に対しては西対、風の方向にですね、0度で向いていると。強風に対して羽を守る。90度をこうぐるっと回ってですね、なれば、倒れる確率も少ないんじゃないかと。そうすると、この上にこうぐるっと回るようなターンテーブル的構造体を作ればいいと。なかなか成立しそうな感じじゃないですか。ここまでで皆さんいろいろ気がついてです。概略評価もですね、具体化も同時にできました。この DA をやるとですね、DA 自体の元が空想のものではないですから、考えがですね、きちっとまとまっていくという利点があります。じゃあですね、実際に使ってみたことがあるのかという疑問に答えるためにですね、じゃあ実際にやってみた例をお話ししたいと思います。まず事の起こりはですね、上司からですね、依頼がありましたと。合わせ面の形状、これ物と物を合わせる面の形状はですね、こちらがお客さん、こちらが、自社製品、カップリングしますから、向け先別に千差万別ですと、いろいろあると。そうなりますと、たくさんの軸でガッという多軸化ができないので、その工程だけ時間がすごくかかると。ボトルネックであると。でネジ下穴開け、それからネジ立てを低予算でスピードアップしたい。そうすると、私そこでね、平行リンクというですね、これはまだ既存技術ですけれども、それでダイレクトアナリシスしてみました。平行 DA、位置関係を維持する平行リンクを使ってみようと。こんなもんですよ。こんな形。これ全体が、そうですね、こうなってますね、今ね。キュッ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 と、この2つの位置関係はですね、維持されているわけです。これで、こんな機械の構成してみました。この機械にですね、ここにこういうネジ立てのヘッドをつけてですね、この左側に、ネジを立てる、下穴の、下を開ける前の品物。こっちは下物の開いたものですよ。開ける、これ正面から見たところ。開ける前、開いたと。お手前が、これは向こう側が開ける前ですね。こちらが開いたと。ネジ立てヘッ
トがついてますね。そうすると完全にこの2つの品物が座標関係を保ちながら平行移動するわけです。そうすると加工時間が半分で、ほとんど投資はしてませんね。半分でできたと。平行陸っていうものからですね、ダイレクトアナリシスをすると、こういうアイデアも出てくるわけです。で、最後にですね、設備をいろいろな改善をこうやってしていきます。最後に詳細評価をする必要があります。まず目標達成を確認しましょう。未達の場合は再トライをしてもらう必要がありますが、こだわりすぎてですね、売上チャンスロスとならないようにご注意ください。それから情報収集した設備の関与者全員の要望、最初にやりましたね。これを再確認してください。そのまま要望が受け入れられてない場合もあります。要望通りの方法でなくても、機能は達成していますよというですね、ことで回答してあげてください。それから前回のビデオでも言いましたけれども、損益分岐点数、本当にこの改善がですね、営業利益をもたらしているかというようなものを損益分岐点数上で確認してくださいと。こういう図でしたね。営業利益が確実に増えることが最終目的です。ここです。はい。こういう形でですね、設備管理部位は進めていきます。ぜひね、非常にやりやすい部位です。それから、いろんな部位をやるですね、事前の勉強にもなりますので、ぜひ皆さん、設備管理部位、設備改善部位をですね、に取り組んでみてください。お問い合わせがありましたら、協会事務局までお願いします。以上です。ありがとうございました。